ダブルスリッターギタリストのメイグです。今日はですね、以前の動画でもお話しした通りコラボメンバーとしてライトさんに加わっていただくことになりました。そのプロジェクトについての話をしていけたらと思います。改めまして自己紹介お願いします。はい、作曲家のライトです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、ダブルスリッターでは実は以前から会議動画でも上げてましたけど、とあるプロジェクトがありまして、アーティストをプロデュースしていこうっていう企画なんですけど、今サッシーが忙しいということでなかなかプロジェクトの参加っていうのができない状況なんですけど、もうすでに一部進んでるところとかもあって、これをライトさんと進めていけたらなと思ってます。デリバさんというゲイのインフルエンサーを、本気のシンガーに育てていこうっていうプロジェクトなんですけど、実はこの話ももう事前にライトさんにお話ししていて、そのデリバさんと面倒しをする機会っていうのも設けて、この前ね一緒にお酒を飲んだりとかしたんですけど、このゲイのインフルエンサーデリバさんというのがご自身の YouTube チャンネルとかでも歌ってみた動画とか上げてたりとかして、それが結構回数伸びてたりとか、コメント欄でも高評価を得てるような感じなんですけど、まだオリジナル曲とかがないので、そういうのも含めて僕らでプロデュースしていけたらなというふうに思っています。ちなみにデリバさんの会ってみての人柄とかどんな感じの印象でした？いや、面白いよね。もうシンプルに面白い。キャラクターってライトさんとは性格真逆な感じ？でも話した感じは割と真逆というか、割と違うタイプだと思う。なんか話してて意外と職人気質というか、そこまで突き詰めて考えてるんだみたいな話とかも中で起こってたじゃないですか。だからちょっと似てる部分もあるのかなって僕見てて思ったんですけど、やっぱりそこはなんか音楽は音楽でやっぱこだわりってあるじゃない。でデリバさんはやっぱりそのデザイン、服のデザインとかそういうのをやってた人だから、やっぱり色に関してのこだわりが強かったじゃない、前話。そうですね、やっぱそういうところはやっぱみんな持ってるんだよね、いろいろ。だから実はは無意識にこれすげえこだわってるとか、人それぞれみんなあるんですよ。なるほど。だからそこからでもやっぱこだわり持ってる人はやっぱりそのこだわりを伸ばすというか、こだわりをうまく生かしていきたいなっていうのはあるよね。ちなみに今本人のチャンネルの方とかで上がってる歌ってみた動画とかも見てもらったと思うんですけど、なんかデリバさんの歌とか、パフォーマンスも含めてでもいいですけど、なんか印象とかってありますか？やっぱり声いいよね。声が良くて、で、滑舌がいい。そうっすね。それは結構生かしたいよね。そうっすね。あとやっぱ大きいのはカメラ撮られてるっていうのはだいぶでかいですよね。やっぱこういうのってね、慣れてない人間は大真面目に撮られると目線が泳ぐからです。目線そう目線どうしたらいい、どこ見たらいいんだろうってなるから。確かにその辺ができてるのが、例えば映像に残した時とかにもまた大きくプラス点になりそうだなっていう印象がありますね。だからやっぱデリバさんはその辺多分ミュージックビデオを撮るとしたらきっちりね、すごいもういいのになりそうだなっていう感じはするよね。そうっすね。結構替え歌で、下ネタがメインのなんか下水感じで歌ってたりとかするんですけど、ふざけも入ってっていう感じで、ふざけるのは別に構わないんだけど、そのデリバさんの中にある、そのさっき言ってた服のデザイナーとかやってたとか、ご自身あと絵も描いたりとかもするので、なんかそういう意味でいわゆるちょっと偏見かもしれないけど、そういうゲイとかの人のセンス強いみたいな感じのそういう部分とかも、僕らのプロデュースとかで引き出していけたらなとかは思ってたりしてて、どの方向性でやると良さそうみたいなイメージとか出てきました？方向性というか、むしろこれから詰めていく感じなんだけど、ただやっぱ今までがさ結構過激なワードで替え歌をやってたけど、それはね、やっぱりメディアに出せないからさ。そうっすね。ラジオテレビに出せないから、そこはよそ行きのデリバを作ってほしいなっていうのはあって、ここはデリバ入門みたいな曲にしたいなと思って、こんな面白い人いるんだなってラジオでヘビロテしてくれるような曲を作って、この人いいなと思って YouTube 見たらなんだこれっていうそこでギャップを作っていくの。そういうところに持っていきたいと思って、入り口デリバ入門にしたいっていうふうには俺は思って。確かになんかね、もうそれがあることで
例えば一般のこの子供とかが集まるようなイベントにも出演できたりとかっていうことが実現するかもしれないですからね。そこはだからうまくバランスを取っていかないといけないからこういう形でいくんだったら一旦はやっぱり広く受け入れられる形をまず用意する必要があるかなとは思う。せっかくやるならね。でそこからディープなデリバーをお求めの方はそこへどうぞっていうイベントとかのなんかこのよそ行きのデリバーを作れると面白いかなっていう。確かにそうですね。ちなみにYouTube でももうすでに結構シンガーとして歌えてるような感じも印象として受けるんですけど、聞いた話だと本人過去に「アサヤン」っていう番組でケミストリーだったか EXILE だったかオーディションを受けたりとか、それとシンガーを目指してたような経歴があるらしくて、だからこそあそこまで歌えるみたいなことがあるらしいですけど、プロデュース今後していく上ではいろいろ材料がめっちゃ整ってるというか、もうまさにカモがネギを背負ってきた状態だなみたいなある意味だから育てようみたいな感じでボーカリストとしてみたいというけど、ほぼ完成してるからさ実際のところ。そうですね、だから本当にもうあとは歌唱力とかに関してどうこういうことはもうほぼほぼなくて、あとはだからいい曲作れるかみたいなところにでも焦点が当たるからさ。そうですね。なんとなくあとは僕の方ではこうレコーディングして例えば PC の方に落とし込んだ時に、歌がどうなってるよという可視化することができるじゃないですか。それを本人にも見てもらって自分のいい癖と悪い癖とかっていうのを改めて認識してもらってみたいな細かい詰めの部分をやっていこうかなと思ってて、それも含めてやっていきながらプロジェクトとして進めていけたらなと思ってますその流れで、いきなりオリジナル曲作るって言ったら闇雲な感じがするので、カバー曲を下水下ネタじゃない普通のカバー歌ってみた動画みたいなのを上げるところから始めていけたらななんて考えてるんですけど、それでちょっとね僕の中でね、本人ともヒアリングしながら候補曲を上げてきてるんですよ。それでなんとなく優先度を決めていきたいなというか、この回でね僕の中で上げた候補曲をちょっと言っていってもいいですか。はい。1曲目一番最初これやりたいなって思ったのは APT アーパツアパツってやつ、ああいう質感の歌ってめちゃくちゃ合いそうだなと思ってます。でこれは本人が好きな曲の一つとして挙げてたものなんですけど、ウーアの情熱っていう曲で、続きましてこれも本人が好きって言ってた曲で安全地帯のワインレッドの心で、ちょっと曲調が似ちゃうんだけど、僕このワインレッドの心を聞いた時に桃色吐息も歌ってみてもらいたいなって思ったんですよ。妖艶な感じというかそれいいかも。女性ボーカルのものを歌ってもらうのは結構いいかもしれない。そうっすよね。だからちょっとこれも候補に今挙げさせてもらってます。で次の候補曲が邦題が夢見るシャンソン人形っていうタイトルのフランスギャルっていう方が歌ってるやつになるんですけど、で言語もフランス語なんですけど、曲が可愛いからフランス語でハードル高いかもしれないけど挑戦できたらいいなって思ってるのがあります。でマルーン5の Moves Like Jagger ダララ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 ラみたいなやつですねっていう感じで僕の中では候補曲上げてる感じですかね。いや、いいんじゃないかな。ワインレッドの心は結構いいかなと思った。これシティポップになりますかね、ジャンル的には。シティポップのね、ジャンルの分け方がよくわからないんだけど、たまにこれ入るんだみたいなのがあるからね。でもなんか入れても良さそうな感じするよね、なんとなく。確かに、こういう妖艶な怪しいエロさみたいなのが、結構ふざけてない時のデリバさんが持ってる魅力を引き出すのにはちょうどいいんじゃないかななんて思ったりとかしてて、あとは、元気いっぱいな曲もやっぱ欲しいから、さっき言った APT みたいな曲とか、ウーアの情熱とかもそうなのかな。ライブとかやった時にアッパーチューンとして1曲目とかに来そうなやつ。基本全部いいんじゃないっていう気がするんだけど、あとだからやるとしたら順番だよね。そうっすね、順番。この中で言ったらもう圧倒的に僕は APT 歌ってみてもらいたいと思ったんですけど。でも同じ。やっぱ1回目はそれで、で
並べるとしたらこれアッパーじゃん。それとメロなのを交互に行くぐらいの方が全体のイメージをやっぱちょっと大きく幅を取っておいた方がいいかなっていう気がする。はい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 。ちなみにさっき挙げたのでワインレッドの心と桃色と息ってジャンルが似てるから最初の方はどっちかからかなと思うんですけど。だとすると曲のノリ的な話なんだけど桃色と息の方が扱いやすいかなって気がする。どうしましょう。桃色と息からやってみよう。ちなみにこのマルーン5とかって話もしたんですけど、あの辺のジャンルをデリバさんに当てるのってどう思います？割とシンプルに聞く側の話なんだけど、基本最初のうち日本国内だと思うからそもそもやっぱそれが曲がはまらないかなって気がする。ああ、そっかそっか。今のタイミングでそれを出しても、確かにね。ちょっと後の方とかがいいかもしれない。アーパツは今でも大丈夫じゃないかなと思って。で昔の日本の曲は多分ワードで引っかかりやすいからいいかなっていう、そういうちょっとアルゴリズムとかも見ながらね、なんか曲一応ねして聞いてたらいいですね。そしたらじゃあその次はウーアかな。ウーアの情熱を一応3番目の曲として設定しておいて、 APT アーパツと桃色と息と情熱っていうのを最初にやっていく雰囲気にしようかな。一回 APT がっつりやってみようっていう感じですかね。ちなみにオケってこれ、僕の方で軽く打ち込んだりとかはするけど、もしくはどっかからオケ拾ってなんかいやこれは作ろうぜ。オケ作れます。こう2人でやってオケどっかから持ってくるちょっとないっしょ。そうっすね、すいません。はい、甘えました、すいません。SK8 の時みたいに作らない。だからトラックざっくり作る、送ってもらう、こっちで音パスみたいな感じで作ってるんじゃね。それでお願いします。ちなみにリズムとかその辺の音色とかはライトさんにお任せしたくて、基本ミディデータで送ろうかなって。いいよ、一応なんかイメージしてる音を入れておいてもらって、こっちでちょっと差し替えたりいじったりはいいかなと思う。はい、ちょっとそういう感じで、カラオケではないのでオリジナルキーにこだわるとかっていうことでもないと思います。そこも重要。やっぱり一番いい声で歌えるところに持っていきたいから、そうキーも関係するから。そうですね。だからキーを探っていくところから始まるかなと思いますけど、ちょっとそれで理解進めていってみます。はい、ということで今回はデリバさんプロジェクトをこうやって進めていこうっていう、会議含めの動画になっております。またね、次回以降デリバさんが登場したりとかするかもしれないし、具体的にこのプロジェクトをいよいよ進めていけるんじゃないかという気がしております。大地さんもまた引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。ずっと慣れないこれ。はい、ということでダブルスイッターギタリストのメグと作曲家のライトでした。次回もまたお楽しみにご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。